ナリアングレーハウンドのニアと暮らし始めて126週間が経ちました。今週は前回の散歩がとても楽しかったので、いつもとは少し違う方角へ足を伸ばしてみました。向かった先は上千葉から綾瀬にかけての地域です。正直ほとんどメイン道路を使ってしまうので、散歩という形で来るのはほぼ初めてです。全然知らなかったのですが、どうやらこの辺りは上千葉遺跡があり、戦国時代から江戸時代にかけてのロマンがぎゅっと詰まった場所のようです。驚くことに江戸時代にはこの辺りの畑から大きな壺に入った1万5,000枚もの古いお金がザックザク掘り出されたそうです。掘り出されたのは海を渡ってきた中国のお金で、昔はこの場所に豊かな有力者が住んでいた証拠なんだとか。最近の発掘でもお堀に囲まれた立派なお屋敷の跡が見つかっています。漆塗りの器や火の箸なんかも出てきて、当時から美味しいものを楽しむ豊かな生活があったことがわかります。戦国武将のお城があったんじゃないかなんてワクワクする言い伝えも残っています。大昔は大きな川の底だったこの土地も長い時間をかけて姿を変え、今はこうしてニアとのんびりお散歩できる穏やかな道になりました。ニアと足元の歴史に思いを馳せながら、目の前に広がる景色は100年後にどんな歴史として残るのだろうかと考えてしまいました。徐々に暖かくなってきて、そろそろニアと一緒にキャンプに行けるかななんてワクワクする季節になってきました。そこで今回は前々から準備しておきたかったアイテム、夜のお散歩やキャンプで大活躍しそうな光る首輪を買ってみました。ただニアを買い始めて首輪をつけることはしてこなかったので、まずは失敗してもいいようにお手頃価格のものを選びました。 Amazon で購入したのですが、充電端子がマイクロ USB タイプだったりもしましたが、ちゃんと光って目立てば OK ということで軽い気持ちで決めました。話は外れますが、ちょっと嫌だなと思ったのは、商品が届く数時間前に不在連絡の電話がかかってきたことです。Amazon で購入するとたまにこういう詐欺電話がかかってくるので、内部留守番電話で内容の確認と電話番号の調査をする習慣ができてしまいました。迷惑電話と判明した場合は迷惑電話番号として報告した上で着信拒否にしています。これで少しでも詐欺に引っかかる人が減れば良いのですが、早速ニアに首輪をつけてみると想像以上に鮮やかに光ってくれます。これなら真っ暗な夜道や明かりの少ないキャンプ場でもしっかり目立って安心です。ただニア本人はというと、初めての首輪に戸惑っているご様子。首周りの違和感がどうしても気になるみたいで、一生懸命前足で外そうと奮闘しています。そんな困ったような仕草もたまらなく可愛いんですが、少しずつ慣れていってほしいと思います。最近2025年版のペットにかける年間費用調査を見てびっくりしました。ワンちゃんの年間平均支出額はなんと約41万円。特に治療費や快適に過ごすための光熱費がぐっと上がっているみたいです。ちなみにお洋服事情も犬種によって全然違って、ブードルちゃんたちはシャレさんが多い一方、柴犬ちゃんは一着も持ってない派が多いんだとか。さて、
うちのニアの場合はどうかなと計算してみると、ニアはトリミングやペットホテル、サプリメントといった費用がほとんどかからないので、平均よりは少なく年間26万円くらいに収まっていました。とはいえ2026年は中東情勢の影響もあって物価の上昇圧力が高まっており、なかなか大変な局面にあります。そんな荒れ模様のニュースを見ているとふと思うんです。ワンちゃんたちって犬種や体の大きさが全然違っても上手に挨拶してみんなで仲良く遊べます。私たち人間もワンちゃんたちのようにいろんな違いを乗り越えてもっと平和に楽しく暮らしていけるようになりたいものです。というわけで我が家の平和の象徴ニア先生にのんびりとした日常の中から世界平和の秘訣をたっぷり教わろうと思います。でもニア先生は意思疎通が下手なのでどんな教えになるのかちょっと心配です。今後もこういう雰囲気で動画を作っていきますので、また見てもいいかなと少しでも思ってくれたらぜひチャンネル登録と高評価で応援してくれると嬉しいです。そして感想をコメントで教えてくれると助かります。